機動戦士ガンダムジークワックスっていう作品を見てきました。ガンダムの垂れ幕が飾ってあります。予想をなんというか裏切られるので、狙いとしては両方狙っていかなきゃいけないんで、ああいう作りにしたんだろうなーっていう風に思いました。それぞれの曲はすごく良かったです。なんですけれども、創世のアクエリオンっていう別のシリーズがあります。そっちもですね、ひねり方が全く同じだなっていうので。はい、おはようございます。ニレコムです。機動戦士ガンダムジークワックスっていう作品を見てきました。先週の、金曜日から上映されたばっかりの劇場版のものでですね、最終的に地上波で放送するんだと思うんですけれども、サンライズと、カラーが初めてタッグを組んでお送りする、新しい切り口の機動戦士ガンダムということで、そのですね、一番最初の序章のところ、ビギニングと称して、劇場版が上映されるっていうので、昨日ですね、行ってきました。東宝シネマズ新宿ですね。で、IMAX シアターでちょっとたまには迫力のある画像で見てみようかなと思っております。時間ギリギリだね。出るね。なんかデカデカとガンダムの垂れ幕が飾ってあります。はい、いつもの塩キャラメルポップコーンとコーラゼロのセットですね。はい、でこれからですね、機動戦士ガンダムジークワックス11時45分スタート。もう10分ぐらいしかないかな。に行ってきたいと思います。これですね、キャラクターデザインがですね、タケさんっていう方が書かれていて、この方はですね、ポケットモンスターなどのデザインをやられている。あとは刀物語かな、など、フェイトグランドオーダーかの一部キャラクターデザインかなを手掛けられている方がやっていて、今までのですね、ある意味リアル思考な6頭身キャラって言えばいいんですかね、のガンダムのイメージがあるんですけれども、それと比べるとですね、割と可愛い感じの、若干ちょっとデフォルメの効いた感じのですね、女の子が主人公のアニメということで、予告編が YouTube で90秒のやつと60秒ぐらいのやつが上がってるんですけれども、そちらを見た感じ、随分キャラデザ変わったねって、じゃあビギニングってことはそのキャラデザが変わった世界の一番序章の話から行くのかなと思いきやってことで、ちょっとこっから先はネタバレだっていう感じなんですけれども、はい、ちょっとね、見に行ったらね、予想をなんというか裏切られるので、ぜひ気になる人は見に行ってください。ネタバレにならない範囲で頑張って言うと、前半と後半でだいぶですね、感じが変わっています。はい。前半と後半でだいぶ雰囲気がまず違いますと。で、そしてですね、おそらく今までのガンダムのファンですね。年齢的にはおそらく40代とか、そこら辺の方々と、で、Z 世代って言えばいいのかな、わからないですけれども、ポケモンとか見るんだから、もっと低年齢層の取り込みも図らないといけない。狙いとしては両方狙っていかなきゃいけないんで、ああいう作りにしたんだろうなーっていう風に思いました。謎のギリギリを攻める言い方ですけどね。なんか考察班の方がですね、予告編だけ見てですね、90秒の超短い動画の中でちょっと映ったものとかをすごくよく見ていてですね、キャラが、登場人物が出てくるだろうとかいろいろ予想してたんですけれども、結構当たってましたね。劇場版出る前なので、リークなしだったんだとすると結構当たってたなっていう感じなんですけれども、結構最初ですね、重ねていますが、デフォルメされたタケさんのキャラデザのキャラが出てきて、いきなり女子学生の可愛い感じから始まると思っていたら、めっちゃ
予想を裏切られるんで、気になる人は本当見てみてください。だいたい90分ぐらいで前編後編にある程度分かれております。あとは、90分の感想なんですけれども、脚本が榎戸洋二さんと庵野秀明さんっていうことで、いろいろこうやってくるなと思ったんですけれども、やっぱりですね、こういろんな要素をこう盛り込もうとこうしすぎていてですね、結構もう90分パンパンに詰め込んだなと。あれ多分地上波でやるんだったら、最初こうスペシャルで1時間番組とか90分番組とかにするつもりだと思うんですよ。劇場版のやつを多分1回でいっぺんに、1日でやっちゃわないとなんだかわかんないと思うんですよね。つながり的にね。にしてもね、相当詰め詰めやなっていう。多分あれ200分ぐらい、本当は尺使いたかったのを90分に収めたなっていう感じがいたしました。あとはですね、挿入歌がですね、いろんなアーティストが加わっていて、米津玄師さんとか、星町水星さんとかが関わっているんですけれども、ですね、それぞれの曲はすごく良かったです。なんですけれども、ちょっとね、なんかアーティストいっぺんになんかいろんなアーティストが入りすぎちゃって、キャラの立ってる人が入りすぎちゃっていて、ちょっとですね、方向性がど、どっちの曲を聴きながら楽しめばいいんだろうみたいな、こう、どっち向いてついていけばいいんだろうみたいな、若干混乱するような気がしたんで、もったいないんで、なんかどっちかに絞った方がいいかなっていう。キャラの立ってるアーティストが1名と、あとは劇伴の音楽みたいな感じでやった方がいいかなっていう気は私はちょっとしました。曲がちょっと多いかなっていうのが私の感想です。で、もう一個言いたいことがあるんですけど、時間がないので、また別のところで語りたいと思います。はい。それでですね、朝ですね、お話ししようと思っていて、どうしても時間がなくて言えなかったですね。もう一つ言いたいことを言うとですね、創世のアクエリオンっていう別のシリーズがあります。これもロボットアニメで、1万年と2000年前から愛してるっていう曲で有名なやつですけれども、あれの最新作が放送されますと。字が作るっていう方じゃなくて、想像する層と星って書いて創世のアクエリオン。ちょっと字が違ってるんですけれども、それもですね、やっぱりシリーズものでかなり続いてきてるんですけど、なんかこう変化をつけるために、キャラがですね、やっぱりこう子供っぽい、ポケモンっぽいキャラというか、もっとですね、かなり、強めにデフォルメしているような子供っぽいこうキャラになっていまして、そっちもですね、ひねり方が全く同じだなっていうので結構興味深いかなと思いました。どちらも多分メインでですね、昔から見てるファンの層っていうのはかなり年齢層が上がってきていて、プラモとかね、買ってくれる人もいると思うんですけれども、それだけだと広がりがないので、比較的若年齢層の方にファンを広げていかなければいけないので、キャラクターをですね、ちょっとこう、子供っぽいというか、丸っぽい感じというか、なんかデフォルメキャラっていうか、ある意味今風なんでしょうけど、実写っぽいっていうよりね、二次元ですっていう感じのキャラにして、できるだけ若年齢層を取り込もうとしてるのかなっていうふうに思いました。必ずしも、ああいった、割とキャッチーな二次元っぽいキャラクターデザインだけをやってる方ではなくて、幅のあるデザインがこうできる方みたいなんですけれども、今回はですね、あえて思いっきりこう振ってみたということのようです。やっぱり今までですね、なんか6頭身キャラのですね、ヒーローとこうヒロインみたいなね、キャラっていうのが今までこう主流だったんですけれども、それだとね、だんだんこう受けなくなってきているのかなというふうに思いました。ただ、別にね、なんかロボット自体が、メカ自体がデフォルメされて可愛くなったわけじゃないので、ロボットのメカニックデザイン自体は前と全然変わってないのに、登場人物のキャラクターデザインだけがですね、こうコロコロっとこう可愛い感じになってるので、結構こうギャップが激しいというかですね、見慣れないと絵面的にって思っちゃう違和感は結構残りますね。はい。そんなわけでですね、広北インターからお送りしました。
はい。面白かったら、いいね評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ミレコムでした。